下校中の少年が突然姿を消したのだ。黒い服の男に連れ去られたのだ。子供が誘拐されたの？しかも父親は当時日本中が知るトップ芸人だったのだ。誘拐犯は堂々と電話をかけてきたのだ。芸能人の子供が狙われたってこと？それも犯人から直接連絡があったの？身代金の準備を迫る電話が入ったのに、父親は報道陣に囲まれて家を出ることすらできなかったのだ。なぜ犯人はこれほど大きな事件を起こしながら一度も捕まらなかったのだろうかのだ。1955年7月15日、東京都内でその事件は起きたのだ。当時日本中を沸かせたコメディアントニーヤの長男が下校途中に連れ去られたのだ。下校途中に白昼堂々の犯行なの？同級生が目撃していたのだ。現場に現れたのは黒い服を着た中年の男で、少年に近づきそのまま連れ去ったと伝えられているのだ。子供の帰り道を狙うなんて計画的な犯行だったのね。男は少年の腕をつかみ、周囲に人目があるにもかかわらずためらうことなく歩き出したのだ。少年が声を上げようとした瞬間、男は素早く体を引き寄せその動きを封じたのだ。同級生たちは何が起きたか理解できないまま、男と少年の姿が路地の奥に消えていくのを見ていたと語っているのだ。少年が家に帰らないと気づいたのは夕方になってからで、トニーヤの自宅にはすぐさま報道陣が押しかけたのだ。子供がそのまま闇に消えてしまったので、どれほど恐ろしかったことか。事件が報じられると、自宅には連日マスコミとやじ馬が押し寄せ、いたずら電話も頻繁にかかってきたのだ。捜査の妨げにしかならないわよね、そんな状況。そして7月21日、誘拐から6日後の午後8時半ごろ、ついに犯人から電話が入ったのだ。身代金の準備状況を確認する内容だったと報じられているのだ。6日間も音沙汰なしで突然電話が来たの？トニーヤはすぐにでも動こうとしたのだが、自宅を取り囲む報道陣のせいで外に出ることすらできない状況だったのだ。トレードマークの口ひげを剃り落として変装を試みたが、それでも家を出られなかったと伝えられているのだ。人気者であることが逆に息子を救う足かせになってしまったのね。追い詰められたトニーヤは犯人に対して代理人を立てて交渉することを提案したのだ。しかし事態は誰もが予想しなかった方向へと向かっていくのだ。代理人交渉という異例の提案に対し、犯人はそれ以上の接触を絶ってきたのだ。身代金の受け渡し場所も具体的な要求金額もついに明らかにされることはなかったのだ。交渉の糸口が出てきたと思ったら、そこで捉えてしまったの？誘拐から数日が経過した夏の夜、トニーヤの自宅近くに一人の少年がふらりと現れたのだ。近所の住民が声をかけると、その子供はトニーヤの長男だったのだ。衣服は乱れていたが外傷は確認されなかったと伝えられているのだ。犯人が要求を貫けなかったのか、それとも別の理由があったのか、少年がどこで何日間過ごしていたかは本人も明確には語れなかったそうなのだ。身代金は支払われることなく、少年は家族の元へ戻ったのだ。しかしその間、一家がどれほどの恐怖と混乱の中にいたかは想像に難くないのだ。無事だったことは救いだけど、真相が何もわからないまま終わったのね。捜査当局は犯人の割り出しを続けたのだが、決定的な証拠も目撃情報も積み上がらなかったのだ。唯一の手がかりは黒い服の中年男という同級生の証言だけだったのだ。それだけで犯人を追うなんて当時の捜査には限界があったのね。電話の発信源を逆探知する技術も今とは比べ物にならず、犯人はそのまま闇の中へ消えたのだ。時効制度が適用され、やがてこの事件は法的に追訴できない状態となったのだ。当時の刑事事件の控訴時効は最長でも15年であり、1970年代までには時効が完成していたと考えられているのだ。つまり犯人は今も罪を問われることなく生きている可能性があるということよね。時効とは一定期間が経過すると国家の刑事訴追権が消滅する制度なのだ。社会の安定や証拠の散逸を考慮した仕組みだが、被害者遺族にとっては納得しがたい現実でもあるのだ。制度として存在する理由はわかるけど、救われない思いが残るのは当然だわ。結局犯人が誰であったのか、なぜ身代金の受け取りを諦めたのか、少年をどこに連れ去っていたのか、何一つ公式に解明されていないのだ。全部が謎のまま時効だけが成立してしまったということなの？そうなのだ。昭和30年の夏に起きたこの事件は、被害者が生還したにもかかわらず犯人像すら確定しないまま未解決事件として歴史に刻まれているのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まずこの犯人がどういう人物だったかを考えたいのだ。同級生の証言によると、黒い服を着た中年の男で下校途中の子供を連れ去っているのだ。白昼堂々子供の通学路を把握していたということよね。そうなのだ。
これは事前に下見をしていた可能性が高いと思うのだ。少年の下校ルートや時間帯を正確に知っていなければあのタイミングで接触することはできないはずなのだ。ターゲットをトニー谷の息子と最初から決めていたということかしら。僕はそう思うのだ。当時トニーヤは芸能界でも際立った高収入で知られていたのだ。身代金目的で富裕層の子供を狙う計画的な犯行と見るのが自然なのだ。確かにそうなんだけど、身代金の受け取りを結局諦めているじゃない。計画的な犯人にしては詰めが甘いとも言えないかしら。そこが重要な点だと思うのだ。7月21日に確認の電話を入れながら最後まで受け取りに現れなかった点からすると、犯人はトニーヤの家の周囲に報道陣や捜査員が集まっていることを把握して身代金受け渡しを断念したと考えられるのだ。つまり状況を冷静に観察して撤退できる判断力があったということよね。そうなのだ。衝動的な犯行ではなくリスクを計算して動ける人物だということなのだ。中年の男という証言とも合わせると、ある程度の社会経験を持ち世間の目や捜査の動向を読める人物像が浮かび上がるのだ。でも一方で、身代金を受け取れなかった以上、この犯行は完全に失敗しているわよね。それでも逮捕されなかった理由は何かしら。当時の捜査技術の限界とマスコミや野じ馬が現場周辺に殺到したことで証拠や目撃情報が混乱したことが大きいと思うのだ。犯人にとっては皮肉なことに社会的混乱が逃げる時間を与えたのだと思うのだ。報道が犯人を助けてしまったようで複雑な気持ちになるわ。僕はやっぱりこの犯人ハトニーヤを標的として事前から綿密に計画した社会経験豊富な中年男性だと思うのだ。計画性の高さと撤退の冷静さ、そして捜査の混乱が重なり逃げ切ることができたのだと思うのだ。私も大筋では同じ見方をしているわ。ただ受け取りに来なかったあたりに想定外の事態に動揺した素人っぽさも感じるのよね。次になぜこの犯人が一度の誘拐で止まらなかった可能性があるかについて話したいのだ。トニーヤの長男への誘拐は計画段階では完璧に見えたはずなのだ。でも実際には身代金を受け取れずに失敗しているわよね。それでも成功体験になり得るの？受け取りには失敗したが逃げ切ったという事実は残るのだ。逮捕されなかったことそのものが犯人にとってやれたという感覚を与えた可能性があると思うのだ。確かに捕まらなかったことで自信を持ってしまう心理は理解できるわ。欲求がエスカレートしていったとも考えられるのね。僕はむしろ金銭的欲求のみ至るこそが次の動機になったと思うのだ。今回で得られなかった身代金を別の標的で取り戻そうとした可能性があると思うのだ。失敗した腹いせに次の被害者を作るなんて許しがたい論理ね。そして捜査の盲点について言うと、マスコミと野じ馬が現場に殺到したことで現場周辺の足跡や目撃情報が著しく汚染されたのだと思うのだ。捜査側が整理すべき情報量が爆発的に増えた結果、真の証拠がうずもれてしまったのだと思うのだ。報道の過熱が捜査の足を引っ張ったということ？当時はまだ報道規制の概念もなかったでしょうしね。加えてトニーやの評判の悪さから捜査関係者の一部にも狂言ではという先入観が生まれやすい状況だったのだ。その先入観が初動捜査をなまらせた可能性があると思うのだ。被害者側の人格で捜査の本気度が変わるなんて絶対あってはならないことよね。代理人交渉という異例の対応も身代金受け渡しの現場を複雑にして犯人の特定をさらに困難にしたのだと思うのだ。犯人はそうした交渉の混乱を逆手にとって姿を消したのだと思うのだ。結局社会的混乱、捜査の先入観、当時の技術的限界という3つが重なって犯人に逃げ道を作ってしまったということよね。僕はやっぱりこの事件の最大の問題は捜査機関が有名人誘拐という特殊性に飲み込まれ冷静な初動を取れなかった構造的欠陥にあると思うのだ。犯人の狡猾さよりも社会と捜査の側の混乱が未解決を生んだと断言したいのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ犯人自身も相当に冷静で混乱を読んで動いていたのだとしたらそれはそれで恐ろしい話よね。というわけで今回はトニーやの長男が誘拐された1955年の事件を解説したのだ。どうだったメタン？有名人という立場が逆に捜査の足を引っ張り犯人に逃げ切る時間を与えてしまったのよね。仮説で話したように社会の混乱ごと利用された構造が本当に恐ろしかったわ。被害を受けたトニーやの長男は幼いながらも突然日常を奪われたのだ。その恐怖と孤独はどれほど深いものだったか想像するだけで胸が痛いのだ。無事に帰ることができたとしても心に残った傷は簡単には消えないわ。どうか穏やかな日々を送っていてほしいのね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。時効が成立した今もなお犯人の名前は明かされていないのだ。
未解決のまま歴史にうずもれていくことを僕たちは忘れてはいけないと思うのだ。社会が有名人の話題性に飛びついている間に真実が遠ざかっていった。同じ過ちを繰り返さないためにもこの事件を記憶に留めておかなければいけないわよね。一人の子供の叫びが雑踏の中にかき消されてしまった事件なのだ。それだけは絶対に忘れないでいてほしいのだ。また明日なのだ。